皆さんこんにちは。菊の丸ガレージにようこそ。今日はメッキ大嫌いおじさんのお時間です。世の中にはメッキが似合う素敵な車もあると思いますが、このアバルトに関してはメッキは似合わないと思っています。で、今日はこの視界からですね、メッキを一つ消したいと思います。今日黒くブラックアウトするのはこちら、ドアノブです。今日塗装に使う道具はこちらのエアブラシです。2液ウエッタン塗料をエアブラシで塗ると目詰まりする可能性があります。初めてのチャレンジで失敗する可能性も高いんですが、エアブラシで2液ウレタン塗料を塗るとどうなるかっていう実験も兼ねて頑張ってみたいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。ノブの周りを養生します。塗料が塗りやすいように600番で傷をつけます。メッキが硬いので意外と大変です。一生懸命磨いてもこの程度しか傷がつきません。メッキに大きな傷を発見しました。全体を傷つけます。600番が終了しました。次は800番です。800番終了。最後に1000番で磨きます。塗料が剥がれないよう細かく丁寧に傷をつけます。研磨が終了しました。最初に見つけたメッキの大きなへこみは残っています。パテで埋めます。320番で削ります。次は600番で磨きます。ところがくぼみが浅すぎるのか、メッキにパテがなじまないのか、パテがほとんど取れました。もう一度パテを取ります。今度は600番で優しく削ります。さらにサンドペーパーを木に当てて平らに削ります。結局パテが定着しなかったので、へこみが目立たなくなるまで研磨しました。助手席側も同様に養生し、600番、800番、1000番の順で削りました。研磨終了。少し段差は残ってますが、この程度なら塗装しても目立つことはないと思います。で、さらに目立たなくするために脱脂してプラサフをスプレーします。
線板で削ります。再度塗ります。削ります。プラサフを塗った結果です。手前のへこみは浅すぎてプラサフも定着できず、奥のくぼみが埋まりました。使用するエアブラシです。エアブラシのニードルをご覧いただきます。めちゃくちゃ細いです。普段使っているエアガンのニードルと比べると先端の細さがまるで違います。先端が細いので細かな粒子で塗装ができますが、その分目詰まりが起こりやすくなります。なので塗料の濃度を薄くする必要があります。今回は艶消しの黒色を使います。よく混ぜます。通常黒色10に対してシンナー6を混ぜますが、今回は目詰まりを防止するために黒色10に対してシンナー10以上で薄めます。よく混ぜます。シャバシャバ塗料ができました。塗ります。塗料が薄すぎてうまく塗れるか心配です。1層目終了。上出来です。2層目塗ります。目詰まりもなく順調に塗れます。5層くらい塗り重ねをしましたが、エアブラシはピンポイントで狙って塗装ができるので、突出量の多いエアガンのように無駄に周辺を真っ黒にすることもありません。助手席側も塗ります。完了しました。サイドビューがぐっと引き締まりました。エアブラシが想像の上を行く仕上がりです。塗料も少なくて済み、経済的にも大満足です。これからエアブラシの使用が大幅に増えそうです。ヘッドライトやエンブレム、グリルなどまだまだ綺麗にしたいところがあるので、ぜひお楽しみに。今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございました。